神様からの急速充電。最近心がお疲れの方、必見です。あなたはいつもスマホのバッテリーの残量がどのくらいになったら充電していますか？ちょっとでも減ったら充電しますか？半分くらいになったら充電しますか？それともバッテリーの残量がなくなる寸前になってからでしょうか？外出時、残量が少ないと焦りますよね。充電器を持っていれば大丈夫ですが。だけど、そのスマホを持っている当の本人である私たち自身はどうでしょうか？よく寝たり、きちんと食べたりすることで身体的充電は毎日できていたとしても、心の充電、つまり生命エネルギーそのものである意識や魂の充電はきちんとしているでしょうか？体のバッテリー切れは自分自身でも周りから見ても分かりやすいものです。でも魂のバッテリー切れは自分でも気づいていない人がいますし、周りにも気づきにくいものです。そして自分にエネルギーをフル充電していくためには、体と魂、どちらかだけの充電ではダメなんです。片方だけの充電では自分をうまく起動できません。体と魂の両方のバッテリーがバランスよく充電されることで、私たち人間は生き生きと毎日をエンジョイできるのです。ではどうすればあなたの魂にエネルギーを充電できるでしょうか？それは簡単です。気分が良くなればエネルギーは自動的に高まっていくのです。ああ、幸せ、すごーく楽しいという気持ちが大切ということですね。誰にでもエネルギーが低下してしまって気持ちが冴えない時はあるものです。仕事のやる気が起きない。ご飯を作るのが面倒。体調や天気が悪くて憂鬱。このような時、気持ちのメモリをマイナスのところから一気にプラス100まで持っていこうとしなくてもいいんです。まずはマイナスからゼロに戻すことを意識しましょう。それには本当に些細なことをするだけでいいのです。あなたができるすべての選択肢の中で一番心地がいいことをしてみましょう。漫画が好きなら漫画を読む。友達に電話をしたいなら電話をする。ケーキが食べたいならケーキを食べる。少し横になりたければ横になって休む。とにかくどうも気分がいまいちだな。なんだかエネルギーが切れてしまったと思ったら、今何をしたら私は幸せと自分の心、私の中の神様に問いかけてみるといいでしょう。ポイントは今できることの中でですからね。今できないことは視野に入れなくていいのです。そして今できる一番心地いいことを誰に気兼ねすることなくやってみてください。そうすればエネルギーが急速にチャージされていくのを実感できるでしょう。さて、あの有名なキャラクター、セーラー服姿のポパイはどんなことがあってもパワーを復活させることができます。なぜなら、ほうれん草の缶詰を食べればエネルギーをすぐにチャージできるからです。あなたもポパイにとってのほうれん草の缶詰のようなものを自分の魂のためにいくつか準備しておくと、どんな時でも慌てず騒がずエネルギーを充電できるはずです。あなたはどんなことで充電できるでしょうか？お花を見たり、漫画を読んだり、コーヒーを飲んだり、ミルクレープを食べたり、おしゃれをしたり、アロママッサージに行ったり、美味しいものを食べたり、好きな人に会ったり。あなたにはあなたなりのこまめに取り入れられるポパイのほうれん草があるはずです。それらを後回しにしないですぐに実行していきましょう。すると、あなたの魂のバッテリーはみるみる充電されていきます。もう分かってきたかと思いますが、ポパイのほうれん草には自分をちゃんと大切にしている。自分をちゃんと愛している。自分で自分を構ってあげている。といったことが成分として入っています。つまり、自分にちゃんと意識を向けてあげることで、あなたのエネルギーは回復していくのです。伊勢神宮にお参りに行ったら、すがすがしい気分になった。お気に入りのアーティストのライブで元気が出てきた。久しぶりに美術館に出かけたら心が満たされた。こんな経験があなたにもありませんか？実はこれらは無意識レベルである願いを満たすためなのです。その願いとは、
エネルギーの強い場所で自分をフル充電したいということです。最近なんだか冴えないな。やる気がどうも起きない。そんな時ほど自分にエネルギーをチャージしたいという気持ちが強くなります。これってお腹が空いたからお腹いっぱいご飯が食べたい。たくさん運動して疲れたからぐっすり眠りたい。というのと同じレベルの私たちに備わっている本能と言えるかもしれません。この本では毎日をアクティブに楽しく、そして前向きに生きていくために効率よくエネルギーを充電していく方法をお伝えしていきます。エネルギーがうまく使えるようになると、叶えるのは難しいかなと思っていた願いもより簡単により早く叶えられるようになります。またあなた自身もよりパワフルによりチャーミングになっていくのです。それは魔法のようだと言っても過言ではないし、神様のようになってしまうと言っても過言ではありません。この本をきっかけにあなたがエネルギーの高い人になり、周りを照らせるようになりますように。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は神様からの急速充電という本をご紹介します。なんか人生に疲れているというか、もやもやするというか、そんな気分の時ってありませんか？エネルギーが切れ気味かもとか、そもそもエネルギーが少ないんだよねなんて感じている方もいるかもしれません。毎日をワクワクしながら今ここを生きるためには高いエネルギーが不可欠です。ということで今回はエネルギーを急速充電できる本をご紹介したいと思います。著者はキャメレオン武田さん。作家、芸術家、デザイナー、そして実業家でもあるキャメレオン武田さんは自分の波動を整えて開運していくコツを日々研究しメッセージとして伝えることがライフワークとなっており、その著書累計は80万部以上という大人気のクリエイティブなお方です。ものすごい深い真実をめっちゃ軽い読み口で伝えてくれるキャメレオン武田さんの本は僕も大好きで、これまでも本チャンネルでいくつもご紹介させていただいております。そんな彼女が自分をフル充電してピカピカに輝く魔法を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。脇目を振らず自分のことに集中。私たちは意識するだけで人、物、場所、状況などあらゆる対象に自分のエネルギーを流すことができます。たとえ意識する対象が自分の目の前になくても、意識するだけでその対象に自分のエネルギーが流れていくのです。あなたはいつも自分の意識をどこに向けているでしょうか？自分自身にでしょうか？それとも自分以外のことに？自分が意識を向けた先にエネルギーが流れていくのですから、いつも自分の外側にばかり意識を向けていれば、自分のエネルギーは外に流れていきます。エネルギーの流れていく先が大切な人、愛する人や自分の大好きなこと、豊かで喜ばしくて楽しい気分になれることであれば、それは素晴らしいことです。向こうからあなたへの愛やハッピーな感情、感謝の気持ちが返ってくる可能性も高いでしょう。しかしながら、どうでもいい噂話や許せない誰か、お金が足りないこと、満足できない職場などといったことを終始思い悩んでいたらどうでしょう。そんなどうしようもないことに意識を向けて何よりも大事なあなたのエネルギーを浪費しているなんて、もったいないにも程があると私はお伝えしたいのです。嫌いな人、気に食わないこと、納得できないことが頭を離れない。そんな時、あなたのエネルギーはその対象に流れっぱなしということになりますからね。そしてその対象はあなたが注ぎ込んだエネルギーによってどんどんパワフルになっていきます。あなたは自ら進んで嫌なことに栄養を与えているのです。ちなみにエネルギーの流れのルールはとてもシンプルです。
それは出したものと同じ種類のエネルギーが同じだけ返ってくるというものです。例えば、これが好き、応援したいという愛のあるエネルギーを流せば、愛やときめき、親しみ、いたわりといったポジティブなエネルギーが自分に入ってきますから、なんだかこちらも元気になります。逆に、あんなやつ不幸になればいい。どうしてあの人ばっかりずるい。といった恨みや嫉妬のエネルギーは、出したら出した分だけネガティブなエネルギーが戻ってきて自分を苦しめます。つまり、エネルギーの世界は自業自得なんですね。ネットなどで芸能人をケチョンケチョンにやっつけるコメントを書く人がいます。こうした人は自分のエネルギーをダダ漏れさせているわ、不穏なエネルギーは入ってくるわでダブルパンチを受けています。くれぐれもご注意を。本来、エネルギーとは愛そのものなのです。だから使い方さえ間違えなければ、エネルギーのポテンシャルは最大限に引き出されていくのです。自分自身の心とやっていることとの間にズレがなく、楽しく自分のエネルギーを使っている人は、エネルギーが無駄に外に漏れないので、どんどんエネルギーが充電されていきます。さらに、心地よい状態、テンションが上がる状態になると、自分の心が宇宙の周波数と一致するので、宇宙のエネルギーがブワーッと流れ込んできます。自分のことをしっかり見てあげて、自分としっかりつながっていれば、パケ放題ならぬ宇宙放題と契約できるのです。しかも無料。ちなみに宇宙の周波数と一致して宇宙とつながることは、本当の自分とつながることと同じです。本当の自分とは宇宙であり、神様でもあります。この状態で仕事をしている場合は、いくら忙しくても大変でも疲弊することはありません。また何かを作るとき、作り手のエネルギーも大事なのですが、制作しているときに注入したエネルギーがとっても大事になってきます。これは料理でもプロダクトでも作品でも全てそうです。なんだかワクワクする。みんなに喜んでもらえるかな。これってやっていてとっても楽しい。という質のいいパワフルなエネルギーが注入されれば、それはとても魅力的なものになり、人とお金を引きつける磁石になります。つまり、人生では好きなことをしている方がうまくいくのです。だって好きなことには質のいいパワフルなエネルギーを注入できますからね。そしてエネルギーを注入して作ったものに人気が出て、あそこのカフェってランチがすごく美味しいし居心地もいいよね。といった具合に人からの注目が集まってきたものにはファンの人たちのエネルギーが集まってきます。するとそのファンの人たちのエネルギーに惹かれて、さらに多くの人が集まってくるというプラスのサイクルが生まれます。そうそう、以前ルーブル美術館に行った時のこと。あの有名なモナリザを見ようと展示室に向かうと、なんと黒山の人だかり、名画を一目見ようとする人々の熱気でムンムンしていました。当然そのエネルギーを受けたモナリザはさらにしっとりと微笑み、名画を拝めた私は感動エネルギーをチャージしてきました。こんな風にエネルギーはエネルギーを呼ぶので、好きなことにワクワクしてエネルギーを注入していると、お金も人気も雪だるま式にどんどん膨らんでいくのですね。他の人から寄せられる興味関心というのはものすごいパワーなんですよ。繰り返しますが、意識がいつも外側にばかり向いていて、周囲に振り回されてばかりいるなら、あなたは自分のエネルギーをダダ漏れさせていて、自分のためにきちんと使えていません。それは魔法使いなのに魔法が使えなくなっているのと同じ状況です。スタジオジブリの映画、魔女の宅急便はご存知でしょう。主人公の少女キキは13歳のある日、親元を離れて魔女の見習いとして修行に入ります。ですが、ある時突然、ほうきで空を飛ぶことができなくなります。なぜでしょう。それはズバリ、周りの目を気にしすぎてしまったからです。周囲の発言や態度を気にしすぎて、自分の心や思考が周りのことに巻き込まれてしまったのです。するとエネルギーは意識が向いた方向、つまり外に流れていきます。本来自分に使うため、つまり魔法を使うためのエネルギーが使えなくなってしまったというわけです。わかりやすいですよね。自分のエネルギーを自分のために使えていない場合、物事がうまくいかないだけでなく、すべてにおいてタイミングがずれていきます。
幸運が訪れるサインであるシンクロニシティ、意味のある偶然の一致も全く起きません。すると希望の未来を引き寄せる力も働きにくくなってくるのです。エネルギーをうまく使えている人はシンクロニシティがよく起こります。あそこに行きたいと思うと、ちょうど飛行機や宿の予約が一枠空いていたりするのです。また絶妙のタイミングで会いたい人にばったり会ったり、自分が連絡しようと思っていたら向こうからメールが入ったりします。こんな仕事にチャレンジしてみたいなと思っていたら、そういうオファーが突如舞い込んだりもします。こうしたことはすべて魔法が使えている状態と思っていただいて OK です。つまり、シンクロニシティがどれだけの頻度で起こっているかで自分のエネルギーの状態をチェックできるということなんですね。そして最近なんだかいろんなことのタイミングがずれている気がするという時は、魔女の宅急便の機器のように自分以外のことにエネルギーが流れているのです。自分のエネルギーは自分のことに集中させる。これが魔法使いであり続けるための大事なポイントですよ。願いが叶うことは確定済み。うまくいく人は最初に自分からいいエネルギーを出しています。そうです。こちらが出したエネルギーと同じ種類のエネルギーが入ってくるのでしたね。だからうまくいく人はさらにいいエネルギーが満ち溢れ、素敵なことが次々引き寄せられるというわけです。私の友人のイラストレーターは専門学校でイラストの先生もしています。そこでこのように生徒に教えているそうです。白い紙の上ではあなたが神様だから自分でルールを作っていい。それを聞いて私は思いました。ああ、人生もそうだよねって。生まれる前にこれだけは必ず体験すると決めてきていることだけは運命として決まっていますが、それはせいぜいいくつかです。あとは自分が神様となってルールを作り変えていけばいいだけなのです。つまりあなたの人生は実はすべてあなたが自由に決められるのです。これを知っているのと知らないのとでは人生が180度違ってきます。世の中の成功者と言われている人はほぼ全員がこのことを知っていると言っても過言ではないでしょう。私の知り合いの社会的に成功している人もふとこんなことを口にしていました。だいたい思ったことはそうなる。この言葉を聞いたとき、ふむふむ、この人もやはり知っているな、と私は確信しました。ほとんどの人は人生を自分でカスタマイズせずに初期設定のまま過ごしています。あるいは誰かに設定されたまま、あるいは過去に自分が設定したままの状態で生きています。これ本当にもったいないです。自分の人生なのに。で、一番もったいないのは子供の時に外側から誰かに設定されたままの状態でいる場合です。親や先生にされた設定が大人になってもそのままなんです。こういう人は目上の人の言うことを聞いて忠実に動く労働者になることはできても、また立派な指示待ちさんになることはできても、ふと我に返った時に自分が何者なのかがよくわからない。本当にやりたいことがわからない。となってしまうことも。つまり自分の本当の心を見つめてみたとき、違和感満載ということに気づいてしまうのです。もしも自分の人生何かが違うと感じているならば、もしも本当の自分を生きたいと思うならば、もしも願いをどんどん叶えていきたいと思うならば、今すぐ人生をカスタマイズしてどんどんアップグレードしていきましょう。それではアップグレードの仕方を説明しましょう。まず、自分はこうなると決めてください。もちろんあなたの好きなように決めていいのです。以上。これアファメーションに似ていますね。でもアファメーションのように何度も口に出して繰り返すことはしません。一度で OK です。その代わり自分を本気で信頼すること。例えばやりたい仕事があったらその仕事をやると決めてください。誰かと会いたいならその人と必ず会うと決めてください。そのマンションに住みたいのならそのマンションに住むと決めてください。とにもかくにも先に決めます。セットアップするのです。
この時、遠慮は無用です。モテたければモテると決めます。誰からも大切にされたいなら、いつも特別扱いと決めます。自分と会った人は必ず開運するとかも面白いですよね。また何か変化が起きて不安になってしまった時は、この変化はさらに良くなるためのものであると決めます。あくまでもあなたの人生の創造主はあなたです。私たちは生まれた瞬間に記憶をクリーンナップされてしまうので忘れていますが、本来は何でもできる存在なんです。ですから、どんどん好きに決めてください。決めることで実現に向けてのプログラミングが自動的に行われていきます。知っていましたか？そもそも私たちは地球に遊びに来ているだけということ。そしてこの世で経験することは全て地球アトラクションだということ。私たちはこの地球に来ている間、ああでもない、こうでもないと悩みます。ある時は人間関係や仕事のことで悩んだり、もっとお金があったらなぁとため息をついたり、過去を悔やんだり、未来を心配したり。そして時には自分を責めたり、何かに執着したり、欲望に振り回されたり、怒り狂ったり、気力を失ったり。こんななかなか自分の思い通りにならない思いを経験することこそ地球ならではの醍醐味であり、地球アトラクションなんです。この地球アトラクションを終えるときに、ああ素敵な夢だった。いろいろなことに没頭したな。と地球での思い出を振り返り幸せな余韻に浸る人もいれば、もっと楽しめばよかった。やりたいことをやり尽くせばよかった。と後悔する人もいるでしょう。地球生活は巻き戻しができないのですから、今あなたが経験していることをどうか味わい尽くしてほしいのです。どんな出来事も全てはいいことにつながるヒントと受け取り、よかった、よかったと受け入れて悲しみや怒りを感謝に変えていけば貴重な学びが得られます。地球生活は期間限定。だからこそこの最高に美しい星、地球でしか経験できないことを堪能してください。自分は神様と同じだと知り、神様と同じ行動を取り始めたとき、この世のすべてが自由自在になります。そう、あなたも私も宇宙からやってきた自由自在の狼なのです。地球アトラクションに夢中になっている間はそのことを忘れているだけ。思い出しさえすれば、この世界はあなたにとってあっという間に天国になるでしょう。誰にでも一つだけ与えられている地球へのパスポート。そう、それは命。その宝物を大切に生きてください。生きていることは素晴らしすぎる。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？自分のエネルギーを高く保つことが自分らしく心地よく願いを叶えていくコツと分かっている方も多いと思います。ですが、具体的なエネルギーの充電方法って意外と分かっていなかったりするんですよね。エネルギーを上手にチャージして上手に使えるようになると日常が相当変わっていくと思うんですよね。それこそ魔法使いのように思う方向へ進んでいくはずです。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。